どうも、大キングです。本日も動画見ていただき、ありがとうございます。今回 iPhone、つまり iPhone 15、15についてですね、どうなるのかお話ししたいと思います。いやいや、ちょっと待てと。iPhone ね、14。14 Pro。9月に出たばっかりじゃないかと。そう思いますよね。iPhone 15の話、いっぱい出てきております。ウルトラが出るかもしれないとかね、話とかあるんですけども、iPhone はね、毎年9月にね、登場するんですよ。なので iPhone が出た時からもうカウントダウン始まってると。待つべきかどうかみたいなところをね、参考にしてもらえばいいのかなと。ちょっと新機能とかあたりをですね、こういったところ変わるんじゃないかってところをお話ししますので、iPhone 14 Pro のこのレビューとかね、あたりもですね、あとアクセサリー類もこれ結構ね、好評で、売れたりしてますんで、チェックしてみてください。便利になるんで、ね、シンプルに iPhone が。なのでちょっとね、あとチャンネル登録とか通知ベルとかも押してもらえばなと思います。いつも見てるけど、あれ押してないなみたいなね、方いらっしゃるかもしれないんでね、早速始めていきたいと思うんですけども、そもそもその iPhone ね、ウルトラってなんだよって話なんですけども、一言で言うとこの最上位モデルのことかなと思います。一番最強なやつですね。どうやらね、iPhone でいう Pro Max がですね、一番でかいやつですね。大きい画面のやつが、ウルトラに置き換わるんじゃないかっていうね、話があるんですよ。ありまして、他のスマートフォンでも、例えばじゃあサムスンですね、ギャラクシーの S22 ウルトラとか、シャオミというね、中国のそのアップルって言われてるね、企業があるんですけども、そこもね、あるんですね。20S ウルトラとかかな。すごいカメラがでかいやつとかあるんですけども、アップルも、例えばじゃあこれ Mac のチップ M1 ウルトラチップっていうのがあったりとか、最近だったアップルウォッチウルトラっていうのが出ましたね。なんかその冒険用のね、もう最強のアプローチみたいなね、感じですよ。この流れが来てるんで、それがね、iPhone にも来るんじゃないかということが、言われているというところですかね。というのは、やっぱ iPhone だと Pro と Max の違い、iPhone ね、Pro と Pro Max かの違いって、言ったら画面の大きさしかないわけですよ。大きいか小さいかみたいな。なんで正直その分かりづらいみたいな。なんかちょっと Pro Max の方が性能いいのかなみたいなね。って思ったりもするかもしれないんで、そこの差別化を結構してくれるんじゃないかなっていうところ。じゃあどういったところがね、変わるのか気になりますよね。はい。じゃあどういったところが変わるのか、予想されてるところをね、見ていきたいかなと。大体5つぐらいかなっていうね、ところなんですけど、今のところ。はい。まず1つ目としてはね、USB-C 端子ですね。これは毎年のように言われてるんですけども、ついに来るんじゃないかというところですね。というのも、その EU の法案っていうのが、実際もう通ったので、法律が。つまりヨーロッパでその電子機器、スマートフォンとかね、パソコンとかですけども、それを販売するときは、もう USB-C 端子搭載を義務付けられました。はい。これも Apple も例外じゃないです。で、これに関してApple の役員もですね、ウォールストリートジャーナルっていうね、そこら辺のインタビューでですね、法律なので、もうそこはもう従わざるを得ないと。Apple のお偉いさんもね、言ってますので、またそのインド政府とかもですね、最近インドのなんか電子端子をですね、なんか USB-C にもう段階的に全部統一していくぞみたいなところ、そういった合意したという発表みたいなのもありましたので、さすがにこれ来そうなんだけども、ただもう一個の選択肢として、そのポートレスっていうね、可能性も残ってるんですけど、いわゆるそのもう端子自体がなくなっちゃうっていう感じですね。この辺もどうなるか注目なんですが、ただ USB-C 搭載に関しては、おそらくその iPhone15 と、例えばプロモデルでちょっと差別化されるんじゃないかってことが言われてまして、iPhone15 の方はおそらく USB の2.0 っていう、ちょっとあんまり速くないやつ、性能がちょっと低いやつと、プロモデルの方は、3.2 ってやつかね。なんで、サンダーボルト3っていうものなので、通信、充電速度はちょっとわかんないですけど、その転送速度、データの転送速度が速かったりとかですね。なんで、プロモデルだけその MacBook Pro とか、iPad Pro とかにも採用されている、サンダーボルト対応した USB-C になるんじゃないかっていうね、ことが言われております。データ転送あんまね、ケーブルでやることはあんま少ないとは思いますけども、ただとりあえずライトニングがなくなってくれるのはいいかなと思いますよね。2つ目としては、カメラですね。iPhone 15、15 Pro、15 Pro に関しては、もちろんね、そこまで大きい、変更というのはないと思うんですけども、一応今回、14 Pro ですね、48メガピクセルですね、4800万画素の高画質のカメラ搭載されましたので、レビューでもやったんですけど、13 Pro と比べても、正直そんな大差ないかなっていうところはありますね。はい。ただ、この15のウルトラに関しては、なんかそのペリリスコープかな。そういったレンズが搭載されると言われてまして、差別化なんですけど、ざっくりとそのすごい望遠レンズですね。ズーム性能みたいなのがかなり強化されたモデルになるんじゃないかっていう、かなり遠くのものでも綺麗に映せるっていうね、ものですかね。で、一応すでにそのペリスコープレンズか、ペリリスコープが採用されている、例えばサムスンの Galaxy S22 ウルトラ
なんですけども、最大で一応10倍の光学ズームだったりとか、あと100倍のデジタルズーム。もうめちゃめちゃ遠く撮れるんですよ。もうこれなんか盗撮できるっていうレベルの、はい。まあそれと似た性能になるんじゃないかなと思いますと。まあ一応14 Pro だとその2倍のクロップズームっていうのがあって、まあ画質が高いので、その大きい画像の真ん中のところだけね、切り出して、こう拡大して、写真を撮るみたいなね、機能があるんですけど、まあこれがさらにこう遠くでも綺麗に撮れたりするんじゃないかなと思いますね。さらに望遠なんで。まああとは暗闇に、まあもちろん強くなったりとか、あとはその星空とかね、星空とか星空とかね、まあ夜景とかね、かなり綺麗に撮れるんじゃないかなと思いますね。普通に使う分にはまあ多分そんな変わらないと思うんで、まあさらにこうプロ向けにね、絞ったような形になるんじゃないかなと思います。まあウルトラなんで、はい。で、一応3つ目としては、デザインの変更ですね。一応デザインはまあ変わるんじゃないかなっていう、まあ大体 iPhone3 年のサイクルでね、変わってるんで、まあ iPhone12 でね、まあ大きく変わったんで、まあ多少は変わるんじゃないかなと思いますけど、まあただ、まあ特にウルトラに関しては。ただ基本的にはまあ多分変わんないんじゃないかなと思いますね。うん。一応今回、シュリンプアップルプロっていう方ですね、によりますと、その丸みを帯びたデザインにまたこう戻ってくるんじゃないかっていうね、話がありまして、素材も今、アルミニウムっていうのが使われてるんですけど、まあそれもチタニウムっていうものに変わるんじゃないかなと。ありますけども、まあ丸みをまあ帯びていた、例えば昔あった iPhone5C っていうのがあったんですけど、まあそういったイメージなのかっていうことで、側面がまあ一応丸い方が持ちやすかったりとか、ホールド感ですかね。こう持って滑りづらいとか、まあそういったところはあるんで、というのもやっぱ去年ね、新しく登場したその MacBook Pro とかもですね、まあ側面が結構こう丸いんですよね。で、正面はフラットみたいな。平らで横がこう丸いみたいなね、感じなんで、プロ製品やっぱその共通のデザインをどんどん取り入れてくるってことがあると思うんで、そこはありえそうかなと思ったりするんですけど、そう考えるとやっぱ Apple Watch Ultra 自体も側面は結構ね丸いんだけど、正面、画面側はすごいフラットな感じなんですよ。まあ、横から見るとすごい丸みを帯びてる感じなんで、まあ Apple Watch 特にやっぱその iPhone とかと一緒に合わせて使うものなんで、まあそこら辺は多分合わせてくるんじゃないかなっていう感じはしますよね、正直ね。あとまあコンセプト画像っていうのがたくさん出てきてますけど、まあ例えばこの Apple Watch Ultra に寄せた iPhone15 ウルトラのね、やっぱその画像みたいなとかが出てきて、まあこれはなんかどうなんかっていう感じはしますけども、またね、新しい画像で、これ結構まあリアルな感じのやつなんですけど、Apple Insider だったかな、ちょっと何だったか忘れたんですけど、側面が結構丸くなってて、その画面の方はやっぱこう、パチンってフラットなね、感じなんですよ。で、側面にはこう、チタニウムを、使うっていう感じですね。素材としては。はい。皆さんこれどうですかね、このデザイン。実際どうなるかっていうのは、わかんないんですけど、MacBook Pro にやっぱ似たデザインになると、まあこんな雰囲気になるのかなっていうね、感じはやっぱしますね。うん。ただやっぱそのカメラとかの出っ張りに関しては、まあその今のままっていうか、まあおそらく多分そんな変わんないんじゃないかなと思いますんで、基本的なデザインは。ここはちょっと賛否両論ありますけども、まあ結構やっぱ14 Pro とかのね、レビューとかでも、まあコメントでなんかカメラがなんかね、やっぱ出過ぎててもう気持ち悪いですみたいな、あったんで、まあなんかちょっと遠目でね、こういうような画像だとなんか良さげに見えたりもするんで、まあもちろんこういうデザインで出るとは限らないですけど、雰囲気はね、はい。あとまあチタニウム素材です。チタニウム素材に関してやっぱ今のアルミとかを比べてやっぱ軽かったりとか、あと傷つきにくいとかあるんですよね。結構アルミはね、Apple Watchとかも結構傷が見えやすいというか目立つんで、あと指紋ですね。指紋めっちゃ目立つんで、やっぱりまあそこら辺も考えるとやっぱチタニウムはいいかなと思いますけど、あとまあチタニウムね、やっぱねこう色をつける特許みたいなのも Apple はやっぱまあ実際取ってまして、だから出るとは限らないんですけども、まあその iPhone にそのカラーみたいなのまあつけてっていうのは全然あるんじゃないかなと思いますね。まあやっぱ14 Pro Max とかめちゃめちゃ重いんで、まあできるだけそのチタニウムとか使って、まあ軽くっていうね、さらにちょっと重くなってくるとですね、厳しいと思うんで、もしかしたらカメラに関してはその望遠性能がまあ強化されるってことで、まあそのカメラ4つみたいなね、画像とかもありまして、まあサムスンのその S22 Ultra もその3倍の光学ズームっていうカメラと、10倍の光学ズームか。これ2つ載ってるんですよ。まあなんで合計4つかな。まあなんでカメラがこう4つになってるっていうね、画像があるんですけども、この辺も考えるとやっぱりそのチタニウムとか使っとかないとなんかめちゃめちゃ重くなりそうだなっていうね、感じがします。まあなので、すごいラインナップとしてはやっぱその Apple Watch と同じ感じになるのかなっていうことで、まあ、アルミニウム、ステンレススチール、まあ、ウルトラが一応アルミニウムじゃチタニウムなので、やっぱりこう iPhone とかもまあ同じにした方が非常にこう分かりやすいっていうのがありますし、まあ、やっぱりウルトラでさらにこう差別化して価格を上げて、はい、値段についてはちょっと後でね、話しますけど、まあ、利益も取れそうなんで、なんかやりそうだなっていうね、そこ、Apple 儲け主義の会社なんでね、はい。4つ目が、ボタンの進化っていうところで、これ物理的なボタンが今あると思うんですけど、側面に。これを一応中
くすっていうね、話がありまして、もちろんそのボタンがもちろんなくなるってわけじゃなくて、その電源ボタンと例えば音量ボタンを感圧式っていうんですかね、っていうものに切り替えると。他の製品にもあるんですけど、これ実際にはこのボタンは動いてないんだけど、なんかその押した時に反応が返ってくるね、タプティックエンジンとかね、言ったりするんですけど、押し込んだこうね、感覚があるんですよね。こういったところは入れてくるんじゃないかなっていうところで、特にやっぱその防水性能に関しては、ボタンのこのへこみっていうのがね、なくなるので、水が中にね、入りづらくなるんですよね。入らなくなるんで、防水性能のアップとかはウルトラありそうだなっていうところですね。あとウルトラに関してはボタンの追加とかもあるかもしれないんで、というのもそのアプローチウルトラにはそのアクションボタンっていうね、別でこうなんか割り当てれるボタンがついてて、例えば自分でよくその使うアプリとかをね、割り当てることができるんですよね。で、このボタンを押したらその起動するみたいなっていうのが面白い機能があるんですけど、そんな感じのやつがついてもなんか面白いかなと思ったりはしてますね。はい。例えばそのソニーのね、エクスペリアとかだと、カメラボタンっていうのが別にあったりして、押したらカメラなんか起動できたりとか、ピクセル7とかだと電源ボタンね、Android と電源ボタン2度押しでこうカメラ起動できたりとかあるんで、iPhone はそのウォレットっていうね、なんか電子マネーをね、起動できる感じですけど、そういうのもあったら面白いかなと思います。で、最後5つ目としては、もしかしたらウルトラは、そのバッテリーの増加みたいなのも期待できるんじゃないかっていうところはありますね。ここに関してはすごいじゃあリークっていうかその情報が出てるってわけじゃないんですけども、ありえそうな感じはあって、というのもその Apple Watch Ultra の場合もですね、普通のその Apple Watch に比べてバッテリーのその駆動時間、動く時間が単純に倍っていうか48時間だったと思うんですけど、もちろんそのバッテリーの容量が多いっていうのもあると思いますけど、で、例えば S22 ウルトラとかね、サムスンのやつとか見てると、やっぱり基本的に本体の厚みっていうのは増えるんじゃないかなっていう。結構厚めなんですよ。8.9 ミリだったかな。はい。ってことは iPhone 15のウルトラが仮に出るとしたら、厚みも結構あるんじゃないかなっていう、増えるんじゃないかな。つまり、そのバッテリーを詰めれる、面積が増えるんじゃないかなっていうところですよね。そういうのがないとね、やっぱ価格も結構ね、もちろん上げるってなると、そういったところにメリットがないとですね、売れないんじゃないかなっていう感じするんで、正直。やっぱりその Apple Watch Ultra の、最大のおそらく売れたポイントですね。やっぱバッテリーの駆動時間が長いかっていうところなんじゃないかなっていうね。はい、Apple Watch のバッテリーってやっぱあんまりね、良くないんで、正直ね、1日使うとやっぱなくなっちゃうんで、iPhone はすでにいいんですけども、もうこれがじゃあでもさらに2日とか3日とか伸びればですね、需要はあるんじゃないかなっていう感じがします。そして気になるその発売時期と、予想価格っていうところなんですけど、いくらぐらいなんのみたいな。発売時期はもう基本的にやっぱもう毎年9月っていう風にね、相当なんか問題でもない限りは9月とかね、遅くても10月とかには出ると思うんで、それは iPhone 15、15 Pro、15、ウルトラみたいな感じで、出るのかなっていう感じはしてますけども、今のところはどうですかね。iPhone15 とか15、15 Pro は今の価格とそんな変わんないんじゃないかなっていうね。ちょっと今円高になってきてますけど、ただ15ウルトラに関しては結構すごい価格になるんじゃないかなっていうところは思ってまして、もちろんその100ドルのドル円のレートによると思うんですけど、一応ドルだと100ドルぐらい上がるんじゃないかっていう話があって、で、これ一応 Pro Maxの置き換えなので、今 128GB で14 Pro Max が16万4800円なんですよね。すでに高いよっていう感じなんだけど、これに100ドルアップなので、高めにちょっと見積もってですね、例えば1ドル150円にしておきましょうよ。今ちょっと下がってますけど、138円ぐらいね、135円ぐらいまで下がったのかな。で、仮に1万5000円アップとなると、17万9800円とかですかね。ぶっちゃけここら辺結構リアルなのかなっていう感じはあって、もちろんそのレートが下がるとね、ちょっと下がると思うんですけど、価格も。なので1テラとかになるとどうですか、もう30万とかいくんじゃないですかね、これ。はい。もしかすると2テラバイトとかもね、全然で2テラとかもう一個、さらに上とかわかんないけど、あり得るとは思うんで、正直ね。そのアップルは、基本的にはその富裕層狙いっていうところはね、さらにね、ハイエンドですね。そこのシェアはもうほとんど多分 iPhone だと思うんですよね。お金持ちの人って多分大体 iPhone 持ってると思います。そんな感じになっちゃうんで、そこをさらに取りに行こうっていうところはあるんじゃないかなと思うんですよね。これじゃあ待つべきかどうかみたいなところで、正直微妙な感じもあるんですけど、iPhone SE ね、またこう新しいのが、全画面になって出るんじゃないかっていう噂もあったりしますし、14 Pro はもちろんなんですけど、ぶっちゃけその13とかね、13 Pro とかでもかなり正直完成されてるね、感じはありますんで、そこら辺も僕は検討してもいいかなっ
と思いますけどね。またそのウルトラとかの情報自体なんで、15とか15プロは多分そんな変わんないと思います、正直ね。なんでちょっと14プロのレビュー動画とかもね、ちょっと参考にしてもらえればなと。またこう3ヶ月とかね、半年ぐらい使ってあげていきますし、今後あと MacBook とかですね、AirPods Pro もちょっと2ヶ月ぐらい今使ってるんで、新しいやつもね、レビューしたりとか、あと一緒に役立つ製品みたいなガジェットみたいなところも、前のセール動画とかもそうですし、上げてますので、ぜひね、気になる方はね、で、また新しい情報でどんどん動画上げていきますんで、少しでも役立ったなと思った方は、高評価とね、高評価、グッドボタン、はい、あとチャンネル登録ね、ちょっとしてお待ちいただければなと思います。次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバーイ。いやー、どうですかね、ウルトラは。14 Pro は、金がね、いいですけどね。でもやっぱ価格がね、15万って考えるとどうだろうね。で、しかも今、やっぱ在庫がね、どうですか、なんか中国の工場とかで、なんか、ね、やっぱいろいろ暴動じゃないけど、なんか製造がやっぱこううまくいってないみたいで、工場が動いてないから、なかなかまだ在庫がないんで、かなり今価格が、どうですか、20万くらいになってるんじゃない？転売ヤーが横行してる気がする。なので今ちょっと買うタイミングとしてはあんまり良くないのかなっていう感じがするんで、13 Pro とかあたりもね、検討してもらうのいいんじゃないかなと思いますけど、昨日日本対スペインがあって勝ったんで、今テンションが上がってます。はい。それは関係ないけどそれもあってちょっと今ね、円高ですかね。130、どうですか ?8 円とか。130円台もう前半ぐらいまでもうそろそろ戻りそうな感じあるんで、これがね、どうですかね、続くかわかんないですけど、そのレートによってね、こう変動すると思うんで、120円か150円というのは全然違うんで、そこら辺もちょっとで注目して見ていきたいかなと思っております。はい。ちょっとどんどんね、動画、これから上げていきます。気合い入れていくよ。寒いね、今日も。